はい、こんにちは、金子でございます。ということで、本日市場に行ってきまして、こんなお魚を買ってきました。うわ、これめっちゃいいな。お父さん、これいくら入っとる？いくら入ってます。いくら入ってます？昆布盛り。昆布盛り、北海道昆布盛りの。北海道昆布盛りの。なんか今年鮭少なめっていうっすもんね。うわ、いいわ。メスのいいのが出てきた。じゃあこれください。はい、ありがとうございます。というわけで、本日の食材がこちら。よいしょ。白鮭ということでね。それではこちらをさばいていく。ちょっと動画の途中ですいません。販売しております。動画でも紹介しました、大間のマグロの赤身の商品なんですけども、しけでもう全くマグロが取れないという状況が続いておりまして、たくさんの注文をいただいたんですけども、購入していただいたお客様に少し待たしてしまっているという現状が続いております。一部は発送は終わってまして、皆さんすごく美味しかったよっていう声いただけるんですけども、まだ皆さんに配送できていないのが現状でございます。まだ届いてない方は大変お待たせして申し訳ございません。すごいたくさん取れてたんですけど、急にマグロがいなくなってしまった。で、原因を聞いたところ、水温がまだどうしても高いということで、間もなくもう少し水温が下がると、それから取れるようになるのではないかと言われております。仕入れの量の情報が分かり次第、ご注文していただいた順の方々から、発送予定日を改めてメールでご連絡させていただきますので、メールの方をチェックよろしくお願いします。そしてね、結構脂が乗ってきてしまってるんで、そもそも赤身の取れる量が少なくなってきちゃってますんで、それも少しね、懸念点です。でマグロは取れ出したら随時購入して加工に回して冷凍してすぐに順番に発送していきますので、確実に商品は来ますので、もう少しだけマグロが取れるまでもう少しお待ちください。で返金対応も行っておりますので、返金対応希望の方はお手数ですが金子道具店に問い合わせよろしくお願いします。でこれもまた動画で紹介している気まぐれ使用人なんですけど、こちらも11月から禁漁期間1ヶ月から2ヶ月ぐらい入りますので、その間はちょっと販売がない状態なんですけど、また禁漁期間が終わり次第よろしくお願いします。ガンガゼって禁漁期間があるんだってね、僕も初めて知りました。またこちらも再販が決定しましたら、金子道具店の公式 X や僕の公式 LINE などで告知させていただきますのでよろしくお願いします。本当にマグロの件お待たせしてしまっているお客様、本当に申し訳ございません。確実にいいものを送りたいので、もう少し待っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。では動画へ戻します。はい、改めまして本日の食材がこちら、白鮭っていうことでね、秋鮭とかも言いますよね。毎年この時期はこの魚を動画にしないとダメなんですよ。今日は市場でね、いいのがあったんですよ。今年ね、鮭が少なくて筋子とかもねめちゃくちゃ高かったんで、丸は今年はできんかなと思ったんですけど、売ってました。しかもね、意外とお値打ちで、こちら1本9000円で売っておりました。北海道昆布森さんのタグもついてますね。このタグ好きはね、信用できます。好きなタグですね。北海道昆布森ね、一回行ってみたいですね、昆布森も。そしたら今日はこちらの秋鮭を使って秋鮭の究極のはらこ飯を作っていきたいなと思います。はらこ飯っていうのはですね、鮭の身とイクラを使った炊き込みご飯みたいなものです。魚版親子丼みたいなことですよね。それがめちゃくちゃうまいんですわ。でただはらこ飯を作るだけじゃまあ面白ねえなということでですね、今日面白い食材買ってきましたよ。こちらじゃん、きのこですね。こちらが舞茸、そしてこれ松茸。ここら辺よく見ると思うんですけど、このきのこが珍しいんです。これわかる人いるかな。こちらがですね、ロージというきのこです。黒皮っていうのかな。これがねめちゃくちゃうまいと聞きました。僕も食べたことはありません。なんかね、焼くと程よい苦みがあって、松茸より秋はロージだよねっていう人がいるぐらい。お値段もね、これ4つで4500円、結構いいお値段ですよね。これはもちろん天然物しか存在しないキノコです。このキノコは虫食いがとても多いキノコで、虫食いがないところを買ってきました。すごくね、虫食いのあるやつだともうボッコボコ、もう穴だらけとかね、もう裏側もね、もう虫がニョロニョロいたりするね、そういう虫も食べるキノコ。松茸にもたまに虫入ってるじゃないですか。でこれね、僕聞いたんですよ、八百屋さんに。松茸って安いものじゃないんで、こういう虫とかが入ってた場合ってどうするんですかって気にする人もいるじゃないですか。やっぱこういうのってクレームになったりするんですかって聞いたら、意外な答えが返ってきて、いや金子君、実はね、松茸は虫が入ってた方が美味しいんだよって。もちろん綺麗な松茸しか扱わないっていう料理屋さん多いんだけど、あえて県名は伏せますけど、とある地域では虫のより使う松茸なんか何がうまいんっていう地域もあるみたい。そうだよね、虫が入るってことはそれだけ美味しいってことですからね。で気温が高いと松茸の中虫が入りやすいんですって。で今年はちょっと気温が高かったですよね。なので虫食いが多いみたい。
どんだけこう軸触ってもね、やっぱ入ってるのは入っちゃってるんですって。なるほどって思いましたね。一つお利口になりました。なんで今日はこちらのキノコと鮭の身を炊き込みご飯にして、その上にイクラをプワー乗せて究極の腹こ飯を作っていきたいなと思いますよ。ではまず鱗を落としていきますね。鱗は取る人と取らない人いますよね。塩焼きにする場合はこの鱗がついたカリッカリに焼かれた塩焼きが好きっていう方いますよね。それ私です。大好き。もうあれと日本酒で行くのがねたまりませんね。鮭の塩焼きはもう身よりねむしろ皮が主役なんじゃないかと僕はそう思ってますね。そう思う年頃になりましたというか、昔はねそんなことを思わなかったんですけどね、まあ今は皮好きですね。美味しいんだ。でまたこの時期の鮭の皮が美味しいんだ。もう秋はうまい食べ物いっぱいですよ。体重が増えちゃう。でも僕ちょっと痩せたの分かります？僕3週間で今5キロぐらい落ちてるんですよ。やってます。またそれも動画になります。どうやって痩せたのか、すごいダイエット方法あります。今日は腹こ飯で皮ごと炊き込みご飯にしますので、鱗はきれいに取ります。鱗残ってると炊き込みなんでやっぱ口に残っちゃうんですよ。焼きだったらね鱗もパリッといくんですけどね、鍋物とかそういう炊き込みご飯とかそういう直火を使わない料理は僕はこうやって鱗きれいに取った方が好き。はい、じゃあきれいに鱗が取れました。ピカピカですね。てか1年早すぎんすか。僕この前いくらばらしたばっかなのに。よし、そしたらさばいていきますね。まずはこのステーキタグを取っちゃいましょう。お腹割っていきましょうか。で包丁こう入れてしまうとこう筋子が割れちゃうんですよね。なので包丁入れるときは逆包丁で入れていきます。逆包丁にする場合こうですね。肛門から本当に刃先の1センチここだけを入れます。で包丁の刃が入ったらこうちょっとこうクッとこっちに持っていきます。そしてお腹の身を切るイメージ。お腹の身だけですよ。内臓の方に刃先は向けない。そうするとはい、イクラが傷つかず取り出せます。いいイクラが入ってるじゃない。粒もいいね。まだ出始めってわけじゃないんですよ。中盤ぐらいですね。時期的に中盤ぐらいなのですごくいい。このぐらいのイクラが最高に美味しい。硬くなく小粒じゃなく、もう今が一番美味しいドストレートの時期ですね。今年は少ないんでね、ありがたくいただきましょう。腹が2本出ました。1本2本。内臓もとっても綺麗で鮮度いいですね。そしたら頭を落としちゃいます。はい、頭が落ちました。そしたらここに目粉がついてますのでこれ取っていきます。これね食べたら美味しかったな。これでも僕そんなたくさんさばく機会ないんで、これ取ろうと思うとこんだけ1本しかこれ取れないんですけど、これ血抜きして醤油漬けにするとマジで美味しいんですわ。これすげえうまいの。この血綿だけ1キロぐらい買いたいんですけど、生で普通にね仕込んでおきたいんですよ。なんか売ってないかな。もしインターネットでも売ってるところ見つけたらちょっとリプで教えてください。買いたい。こうやって血抜いて塩漬けしてつけるんですよ。こんなん一瞬で終わっちゃうでな。いっぱい食べたい。そしたら3枚におろしていきますね。下に1本上にも1本。鱗きれいに取ってあるとすごく刃の入りがいいですね。で鮭の骨はまっすぐ入ってますので包丁もまっすぐ入れていきます。で背骨までいったらシュッと。はい、1枚目。そしたら2枚目。2枚目こういきましょうか。僕やっぱこのおろし方が好きだな。簡単ですから。で背中の方の骨を取ると、サーモンと一緒ですね。はい、このようにフィーレ状になりましたら次は腹骨をすいていきます。はい、腹骨をすいてで腹もを切っちゃいます。このサイズ感にします。でこっち側も腹骨をシューッと。結構ね秋鮭の腹骨は深く入ってます。だいたいここら辺までしか入ってないじゃないですか、魚って基本的には。でも鮭はね結構このギリギリまで入ってますんで、こう入れてでもハラスは僕は取っちゃうと。はい、この状態になりましたと。よく見ますねこの状態は。そしたらここで一手間、切り身にする前にこの骨を抜いていくと、これをやるかやらないかで料理のランクがワンランク上がっていきます。塩焼きだったらこう骨を避けながらちびちび食べるっていうのもオツなんですけど、シチューとかこういう炊き込みご飯とかそういう鍋とかにすると骨めっちゃ邪魔なんですよ。こんな入ってるんですよ。まだまだ入ってますから、これ取った方が本当ストレスがなくなるんですよね。でなかなかスーパーとかにこうやって骨抜きの切り身って売ってないんですよ。よっぽどこだわってるデパートとかだったらこの一手間やってくれてるところあるかもしれませんけど、大体
そこまでやってないんで、秋鮭の切り身は骨が入ってます。こう切った時の背中のここですね、ここに入ってます。ちょっとまた後で説明しますけど、その場合は家で取った方がいいかもしれません。こんな入ってますからね。はい、ではフィレ状になりましたら、これを切り身状に切っていきます。切り身っていうのは正解なんかないんですよ。変な話、こういう風にドン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 って切っていくだけでもうそれは切り身なんですよ。でも見た目を気にするんだったら、こういう切り方がいいよっていう切り方あります。まず僕は尻尾の方から包丁を入れていきます。頭を落とした時にこう斜めになってますよね。この角度に合わせてこれに平行に切っていきます。で、尻尾のここは筋っこいので僕は取ってしまいます。で、尻尾の方はちょっと大きめに切ります。身が薄いので、まず斜めに入れます。で、今皮までいきました。で、皮までいったら包丁を立ててピュッと、そうすると皮の角がねピンって立ちますよね。これがいいんですわ。そしたらあとは自分の好きな大きさに、小さめが良かったらこのぐらいに切っていくし、大きめが良かったらちょっとこう斜めにして盤を大きめにしてこう切っていきます。立てる、こうですね。入れて立てる、くるん。めっちゃ綺麗ですよね。こうです。こういう風にいって、ここら辺になったらちょっと大きさを調整していくと、はい、こんな感じ。こういう風に切れましたと。やっぱり切り方一つで綺麗に見えますよね。で、こちら側も同じですね。頭の角度がこうなので、これに平行でこう切っていきます。尻尾の一発目落として、こう入れたら立てて落とす。こんな感じでどんどんやっていきます。ちょっとミスって一つこっち1切れ増えちゃいましたけど、9切れと10切れ切れましたと。で、これで鮭の仕込みの完成ですね。そしたら次はイクラをほぐしていきましょう。そしたらまず60度から70度ぐらいのお湯をボウルに入れます。そしたらここに筋子ですね。この段階で少しほぐすことがポイントですね。ほぐしてお湯の中にボチョンとほぐして、だから都合いいことに片面だけこういう風に切れ込みが入ってますので、切れ込みが入ってる方からほぐしていきます。そしたら泡立て器でガシャ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 と優しく混ぜていきます。この膜からこうイクラをこう剥がし取るイメージですね。あんまり強くガーってやるとイクラ潰れちゃいますんで、優しくです。で、1分ぐらいこうやって混ぜてると、だんだんイクラが剥がれてきて、膜だけこうやって浮いてきます。ほら、こうやってまだちょっとねついてますけど、ほらだいぶ剥がれましたよね。で、ここまで来たらこう手で剥がしてもいいですしね。はい、これ膜だけになりました。このイクラめちゃくちゃ物がいい。粒がめっちゃでかい。これは当たりだわ。これもね、お腹割ってみないと分かんないんでね。そしたらこの中にはイクラがたっぷり入っております。そしたらこちらに水を入れてイクラを冷やしていきます。で、ふわっとやったら、ちょっと今見にくいんですけど、イクラの表面のカスだけ浮いてきてます。そしたら上澄みを捨てる。ほら、カスがいっぱいですね。で、こういう膜の取り忘れの大きいのとかは目視で取ってあげると。でもなんか今日カスが少ないな。イクラを破くことなくできたってことですね。ほら、すげえ綺麗。そしたらざるに移して冷蔵庫で置いておきます。ちょっと白っぽいんですけど、これタレにつけると赤くなりますんで問題ないです。なんなら冷やしてる段階でも色は出てきます。ほんとポイントはあんまり熱いお湯でやりすぎないこと。本当に60度ぐらいちょっと入れて熱いなと思うぐらいのお湯にボチャンとつけて、でそうすると温度が大体お風呂のお湯ぐらいになるんですよ。そのぐらいの温度でほぐしてあげるっていうのがポイントですね。あんまり熱い温度でやると傷んじゃいますんでね。じゃあタレを作っていきましょう。冷蔵庫で入れたらほらこんな綺麗な色になりました。で、タレはですね、酒、醤油、みりん、これをベースに使っていきます。で、今日は薄口醤油をベースでちょっと薄めのいくら醤油漬けを作っていきたいなと思います。まず醤油 100cc で、酒 50cc で、ここにお水も 50cc 入れます。お酒とお水半々で、ここにみりんも少し気持ち程度10ぐらい、これでいきます。そして一度煮沸させます。はい、煮え立ったらそこにお醤油、そしたら昆布、これで冷まします。はい、いくらをボウルに入れてタレを入れていきます。これ冷蔵庫で一晩置きます。それじゃあ1日後に移動。はい、では1日経過しましたと。めっちゃうまそう。ちょっと味見してみますね。うまいけどちょっと塩味が強いかな。ご飯と一緒に食べるんだったらこれでいいかな。いくら単品で食べるにはちょっと塩分が濃いかも。勉強になった。では、花米作っていきます。まず出汁を取っていきます。鮭の切り身と、あと鮭の骨とかで出汁を取るらしいんですけど、鮭の骨揚げちゃったんですよね。なので冷凍庫に入ってたのどぐろの骨、これで
出汁を取っていきます。まず昆布を入れたお水を沸かします。ベースは昆布だしでいきます。で、昆布を沸かしてる隙にのどぐろの骨、こちら塩打ってあります。で、水が出てきてますんで、この水を拭き取ると。鮭ですね。鮭の切り身も塩振ってあるんで、水を拭き取っていきます。で、鮭の切り身少し大きいので切ります。このぐらいのサイズ感に。はい、そしたら沸騰直前で昆布を取り出します。そしたらここにのどぐろの骨、そして鮭の切り身も入れていきます。この段階で鮭の切り身入れるんですよ。で、しっかり骨と身から出汁を取っていく。面白い調理法ですよね。はい、そしたらこうやってアクが出てきますので、アクは取ります。綺麗なお出汁を引いていくと。うわ、めっちゃいい匂いする。これで炊いたらそれはうまいですわ。さあ、のどぐろと秋鮭のお出汁、一体どんな味がするんでしょうね。ちょっと飲んでみましょう。いただきます。すごい、油テッカテカです。いただきます。これはやばい。これはやばい。うまい。うまっ。スープとして極上じゃない。わ、これ成功する予感しかしん。で、これでご飯2合用意したんですけど、ここに炊き込むわけですよ。これでご飯炊いたら絶対美味しいんですよ。ただそこに今日はこれキノコですよね。これを入れていきたいんです。松茸と、あと舞茸、柿の葉だけで、このロージですよね。問題は僕初めて食べるキノコなんですよ。いろいろ調べても焼きがうまいよって書いてあるんですよね。で、独特な苦味があるって書いてあります。その独特な苦味がこのはらこ飯と合うのかと考えたら、いやちょっと待てよとなりまして、一回ちょっとこれ焼いて食べてみていいですか。食べます。そっからだ話は。じゃあこの一番ちっちゃいやつ、これいただきましょうか。これ石突きはもう取ってきれいに拭いてあります。特に面白い作業じゃないので。でもやっぱね、こうロージいっぱいこう虫入ってますね。穴がいっぱい開いてますよね。これね、虫がいっぱい入った後です。このちっちゃいやつちょっと食べてみましょうか。パカッと。わー、穴あきさんだ。無臭なんですよ。これがまた不思議なもんでね、しめじのような独特な香りもなければ、松茸のようなああいう香りもない。本当に無臭ですね。値段は松茸とまではいかないんですけど、いい値段しましたよ。では焼いていきます。よっと。そしたらその間にこちらの火を通した鮭ですね、これは取り出していきます。ここで取り出します。あくまでも出し殻にはしないって感じですね。うわ、これ油がすごい。本当にのどぐろからの油がやばい。2キロアップののどぐろなんですよ。漁師のマイロくんが取ってくれたやつです。お会いしたことないんですけどね、僕大好きな YouTuber なんですよ。漁師さんなんですけど、そちらの漁師さんから購入させていただきました。ありがとうございます。で、アラも取り出しちゃいます。そしたらこしていきます。さーっと。はい、これで余計な油とか骨とかは除去されました。これが極上のお出汁ですね。昆布ベースののどぐろ鮭お出汁完成。ちょっと冷やしておきます。さあ、焼けました。いいのかな、ちょっともうちょっと火通した方がいいのかな。あ、なんか焼いたらすごく、何これ、なんかソースみたいな匂いがしてきた。すんごいいい匂い。でも奥にやっぱ苦味がある。うわ、大人の香り。これに似たキノコでコウタケっていうキノコがあるんですよ。それももう幻のキノコって言われてて、松茸と同等、それか松魚より高く取引されてる地域もあるぐらいの高級キノコなんですけど、でそのコウタケもねまたうまいんですよ。虫が多いんですけど、でそのコウタケは醤油みたいな匂いがするんですよ。ロージはなんか僕ソースっぽい匂いだなって感じちゃうな。ちょっと食べてみましょう。まずはお醤油でいただきます。うわー、これは好き好き分かれる味ですね。ほろ苦い、こう嫌な苦さじゃないんですけど、しっかりほろ苦い感じ。これはちょっと待って、次ちょっとすだちと塩でいっていいですか。そうなんだ、こういう感じなんだ。ちょっとすだちいって塩パッパいただきます。うまっ。いいか。食感はエリンギのような、松茸ほど歯応えはないですけど、この苦味か、これは入れん方がいいな。ロージは晩酌で焼いて食べますね。なので使うのはこの3つ。柿の木だけ石突き取って、でこのぐらいに切りましょうか。これはね、炊き込みご飯に合うキノコなんですよ。なかなかあんま売ってないんですけどね。で松茸はもうね、細かく刻まない。今日は松茸ご飯ではないので、松茸は半分に裂いちゃって、ピリッともうこのまま入れます。ボコンと。で舞茸、本当は天然舞茸が良かったんですけど、ちょっと天然舞茸売ってなくてね、養殖舞茸なんですけど、キノコって養殖っていうのかな。
天然の舞茸はね、別格でうまいですからね。舞茸って昔めっちゃ高価だったんですよ。今でこそ舞茸って年中通して大概どこのスーパー行ってもあるんですけど、昔はこの菌栽培が確立されてなかった頃、秋の贅沢品だったんですよね。松茸より高かったらしいですよ。でこれ見つけたらもう待って喜ぶことから舞茸ってついたらしいですよ。ちなみに日本で一番長い名前のキノコは丸みの飛び茶ニセ風船茸らしいですよ。以上キノコ講座でした。はい、ずっと口苦い。さてでは炊飯器に水に浸してよく水を切ったお米、今日は2合で柿の木だけ、あんまり入れすぎてもだな、程よく入れていきます。はい、こんな感じですね。そしたら先ほど作ったお出汁を入れていきます。2合分。そしたらここにみりんを大さじ2、1杯2杯、そしてお酒も大さじ2、1、2、お酒じゃない、お醤油ね、お醤油でした。お醤油も大さじ2で、お酒も大さじ2。2合に対してお酒、みりん、醤油全部222、分かりやすいで、混ぜと、これ炊き込んでいきます。はい、炊き上がりましたと。それじゃあオープン。うわー、うまそう。でこれよーく混ぜまして、この松茸とか最高ですね。秋を感じますね。はい、そしたらここにイクラですね。イクラをたっぷりと。はい、これで秋の味覚をふんだんに使った鮭のはらこ飯の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。この素敵な食べ物を見てくださいよ。これがはらこ飯ですね。こういう飯が大好き。松茸とかも入ってとってもうまそうだ。じゃあこれ鮭崩していきましょうか。こう崩してこうやって、でこう崩しても骨が入ってないからいいんですよ。骨入れないの大事ですからね。崩してイクラと鮭の身、そしてキノコ一緒に入れていきます。まずシンプルにイクラとご飯だけでいただきます。うわ、うんまっ。大成功です。出汁が完璧で、イクラも単品で食べたらちょっとしょっぱいなと思ったんですけど、ご飯と一緒に食べるんだったらちょうどいい。パーフェクトですねこれ。めっちゃうまい。秋鮭の質がめちゃくちゃいい。あんま良くない秋鮭だとね、こうちょっとパサッとするんですけど、この秋鮭は脂乗っててすっごいジューシーで美味しい。でこのね、出汁が本当によく効いてる。キノコの旨味ってすごいね。でこのほのかに香る松茸の香り、極上ですね。イクラもね、粒がすごく薄くて美味しい。もう歯でちょっと当たるぐらいでパチッと弾ける、そのぐらい薄皮ですね。うまいな。もうこれはいっちゃうしかない。じゃん、ビロのやつ、これでしょ。これはこの絵素晴らしい。秋っぽい映像ですね。秋が来たね。はい、こちら完璧な7対3、いただきます。うめえ、最高ですね。食欲の秋、美味しい食べ物をたくさん。皆さん何が好きですか？それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は市場で買ってきた秋鮭を使って秋鮭のはらこ飯作ってみましたけども、めちゃくちゃうまかった。毎年やりたい。今日は1本丸ごとああいう鮭を買いましたけど、もうスーパーでイクラとあと鮭の切り身があればできると思います。骨で出汁取りましたけど、全然カツオと昆布の出汁でもいいと思うし、白出汁使ってもいいし、顆粒出汁使ってもいいし、作り方は無限大だなと思いましたね。で下地にね、キノコ入れるともうほんと秋っぽくて旨味も倍増ですごい美味しかった。ぜひやってみて。美味しい。というわけで
毎年恒例秋鮭の動画でした。もう1年があっという間に終わっちゃいますね。いつかね、秋鮭釣りに行きたいですね。そういうのもこうご期待ということで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。